皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。春までに多肉の植え替えを終えた方、そうでない方、そして私はというと、まだ多肉の植え替えは全然終わっていません。そろそろ気温も高くなり、この時期の植え替えは心配ですが、このカンテを今日は植え替えていこうかな。そして今年はビニールハウスのビニールを外すのが遅かったせいか、これは肌に被害でしょうか。徒長してしまったピーチプリでは今のところまだ変化なしです。このカンテはベランダで育てていたカンテになります。カンテを植え替えするときには枯れ葉を取る前に植え替えした方が、カンテの葉についている白い粉を落とさずに植え替えすることができるんですが、今回はベランダですでに枯れ葉を取ってしまった後だったので、白い粉が取れないように注意しながらカンテを植え替えていこうと思います。そしてこの時期多肉を植え替えするなら、鉢底の根を少し崩す程度にして、あとは肩の土を軽く落として、このまま植え付けします。いつもなら根についている土をすべて落として植え替えしていますが、今回は暑くなる前の植え替えなので、あまり多肉に負担をかけたくないので、このような植え替えをしています。そしてこのカンテですが、実はお水と肥料が大好きな多肉なので、今回も水持ちのいい土を使用しています。鉢との間に隙間ができないように、指やピンセットでしっかり土を押さえ込んでいきます。ロゼットが鉢の中心に来るように調整しながら土を入れていきます。春までに多肉の植え替えができなかった方は、ぜひこの植え替え方法で多肉を植え替えしてみてくださいね。はい、カンテの植え替えもこれで完了です。庭の多肉たちもこのネオンブレーカーズのように枯れ葉をたくさんつけていました。今年はまだ梅雨入りしていないということで、今のうちに枯れ葉はきれいに取り除いておきます。この枯れ葉、そのままにしておくと多肉が蒸れたり、カビの原因となり、多肉が傷んでしまう前にきれいに取り除いておきます。このポットの土はあまり硬くなっていませんでしたが、こうして土をほぐしてあげることで根から水を吸い上げやすくなるため、
植え替えできない多肉はこんな風に軽く土をほぐしてあげるだけでも水の吸い上げが良くなります。この時株がぐらついていたらしっかりピンセットで土の中に引き込んで固定させてあげてください。皆さんの多肉ちゃんでこんな風に勝手に他の鉢に居候している多肉ちゃんはいませんか？我が家ではこのベニチゴとパープルフェイズは居候の常習犯です。これではピーチネックレスがかわいそうなので、このパープルヘイズとベニチゴはそれぞれ別の鉢に植え替えしておきます。まずはパープルヘイズからカットして用意した鉢に挿していきます。勝手に居候していた割にはずぶとく立派なパープルヘイズに育っていました。このパープルヘイズの茎をカットしてみると、しっかりと太く少し木質化しているようでした。いつからここに居候しているのか、ちゃっかり者ですね。ちなみにパープルヘイズの葉はこんなに小さいんですが、ポロポロとこぼれ落ちてあっちこっちで居候しているんです。我が家では増やそうと思い鉢に植えると上手に育たず、こうして勝手に居候しているパープルヘイズの方がよく育ってくれます。パープルヘイズの植え替えもこれで完了です。このかわいい白い花、何の花だかわかりますか？虫がブンブン飛んでいますが、ヒントは畑です。正解は人参の花でした。人参の花ってこんな花が咲くんです。種取り用にほったらかしにしていた人参ですが、今年は私の背よりも高く大きく成長しています。次はこの紅イチゴをカットして植え替えていきます。実はこの植え付ける鉢には鉢底に穴は開いていません。先ほどパープルヘイズを植えたこの白い鉢にも鉢底に穴は開いていないので、鉢底石を少し多めに入れて水はけの調整をできるようにしています。そしてこの紅イチゴも先ほどカットしたパープルヘイズ同様に太い茎で元気よく成長していました。紅イチゴとパープルヘイズがカットし終わりました。他にもわからない多肉が生えていましたが、それはご愛嬌。ピーチネックレスもこれですっきりしました。最後にこのカットした紅イチゴを土に挿して今日の作業は終わりです。
ここで小さな葉からたくさん芽が出ているのを発見しました。これも一緒に土に挿しておきました。葉ざし率は抜群にいいこの紅いちご、あっという間に増えてくれます。紅いちごを増やしたい方はカットも葉ざしも両方おすすめです。これで居候組の植え替えは完了です。はい、ということで今日の動画はこの時期の多肉の植え替えの仕方と梅雨までに枯葉取りをしておく理由とピーチプリデに居候していたパープルヘイズと紅いちごをカットして植え替えしていきました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなんて思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。